反応したね。来た、食え。あよし、うまく枝をかわしました。僕の地元って言えば地元なんですけど、秩父の、かなり代表的な川の中津川です。荒川の支流で、もうそれこそ何十年前から、中津川はかなり釣ってます。でもやっぱり昔から慣れ親しんだ川なので愛着があります。一応銀座なのでかなり釣り自体は難しいですけど、それなりに逆に面白いところはあります。今ね、水量が、平水のこれだとね倍以上あります。これ雨の増水で、当然、あんまり速いところにはいないだろうから、なるべく流れの弱いところを釣っています。今 6X に今フライ14番です。これだけ増水しているとね、チッペってもうちょっと長くしないとちょっとドラッグがかかります。水量は多いほどメンディングを大きくするんで、ここはねちょっと増水してるから登ってく途中の魚がいるかな。いれば今のところだから、こっち側右端上ここしかいないんだけどね、出るとしたら。奥一回やるね。ヤマメだ。アベレージサイズかな。あ、抜けた。バレた。いやー、ちょっと今日はね ID の78にしたんだけど、ちょっと水量が多いから83の方が良かったかな。というのはロッドが長い方がその分リーダー全体がね長くなるんで、いくらか魚が上向き出したんでしょ。あ、今ライズしたね。あれはヤマメだな。すごいドラッグかっちゃう。難しい。フライ変える。CBC 出ない、反対に。もう走られてるかもしれないな。ヤマメだ。あ、おお、大きくないけど強いな。このぐらいがね、だいたい秩父のアベレージサイズぐらいね。
ほらただねすっごい綺麗。これがね大体アベレージ秩父のヤマメの。ただ魚体はねすっごい綺麗。群馬県上野村の神奈川の上流の本谷の釣り場です。ここは漁協がですねちゃんとしっかり管理して、キャッチ&リリースの、フライと天からの毛針専用釣り場になってます。ベテランの人だとちょっと魚が多すぎて釣れすぎるからっていうそういう、贅沢な、不満もあるかもしれませんけど、初中級者にとったら、間違いなく魚がいるっていうことは、うってつけの釣り場だと思います。ちょっと今日増水しているので、ちょっと大きめのテレストリアルでブラウンとかブラックハックルの、ちょっと色の濃いめのものを使って、やっています。でティペットは、フライが12番中心でやるので、一応ティペット 5X です。で、一応ドラッグかかると結構リリースされてる魚もいるので、U ターンされるので、ティペットはちょっと長めで、ここがちょうどラインとリーダーのつなぎ目です。でプラス全体の長さが60センチくらいかな。でこれ今日は ID の8フィート3インチなので、おそらく19フィートぐらいかな、リーダーの全長が。とりあえず、様子を見るという意味で、12番の、テレストリアル。まずはねフライの大きさとドラッグをちょっとどっちを気にするかでちょっとやってます。多分あれライズしたやつはね12番じゃ食べないんじゃないかな。やっぱり12番だと U ターンだな。今はね釣れなくていいんだよ。僕もあんまり釣る気でやってないから魚の感じと、どんな感じか。今のも多分ね CDC とかだったら食べちゃうな。とりあえず 5X12 番は却下浮いてるヤマメが。やっぱりダメだ。5X12 番はちょっと却下されてます。みんな U ターンしちゃうでしょ、ドラッグ買ってなくて。こういうあれもね初心者の人とかね、そのちょっと中級者の人はこういう魚がいっぱいいるところだからこそフライが合わなくて、食べないなとか、逆にフライが合っててもドラッグがかかっててドラッグで食べないなとかね、一番分かりやすい、釣り場と言えます。ちょっとねイワナが釣りたいので、一応イワナ限定のポイントの流れの左側の泡のところ、もうちょいここはねイワナは放流してなくて、完全なネイティブの魚です。外れた。今のはヤマメだな。ちょっととりあえず1匹釣りたいんで、今ティペット 7X にしてフライを16番の、テレストリアルに変えてちょっと1匹釣りたいと思います。これで却下されるようだったら最後は、CDC 弾か CDC のスペント弾に変えなくちゃだけど、ちょっとそこまでする必要はないと思うんですけどね、ポイントによってはそれが必要になることもあります。逆にこういうところの魚っていうのはものすごいフライをもう毎日毎日見てるし、逆に釣られてリリースされた、魚もいっぱいいるので、逆に言うと自然の釣り場よりもきちんと流さないと、食べてくれないかもしれないですね。だから逆に言うといい練習にはなります。ポイントに近づくときは、なるべく上の方が歩きやすいけど、やっぱり釣るためにはこの低いところを通ってポイントに近づいた方がベストです。まずはね、開きに出てる魚は要するに食べる気ある魚だけど、逆に言うと流すのはちょっと難しい。内部の魚も見えないから、ちょっとアバウトになります。でもちょっと上流のこの泡のライン、
U ターンした。多分ね、今の16番で U ターンしたヤマメはまあおそらくリリースされた魚かなっていう感じなんだけど、一回ね川に日が差した方が活性が上がるから後の方が釣りやすくなります。向こうから泡が来てて、泡がこっちの流れにぶつかってるところのちょっと向こうのところに出てくるんだけど、あれは多分イワナだと思うんだよな。こっちから来るやつじゃないよ、向こう向いてんだよ。こっちのはヤマメだからさ。来た来た来た。泡のところでたまにライブしてます。左端、イワナっぽいでしょ。でもこれだけ魚がいるところで釣りができるっていうのは幸せだよね。僕らが始めた時は、こういう場所はないけど、天然の魚はそれなりにいたけど、それにしてもこれだけ魚が見える川っていうのは、よっぽどテント担いで源流行くしかなかったから、今の人はねこうやって上野村の、漁協がこういう素晴らしい場所を作ってくれたんで、これはもうすごい幸せだと思う。羨ましいね。僕もこうやって遊ばせてもらって、12番のソラクスダムです。もうちょっと光が良ければね、ソラクスでも十分見やすいんだけど、ただこう距離が近いんで、近いって言ってもあんまりバック取れないから近づくざるを得ないんだけど、これで回っていくと思うんだけど、U ターンしたね。今行ってんでしょ。上見てないな。あら、浅いね。ちょっと張りがかりしちゃって上行った。でもやっぱりね、16番のスペントダウンにしたらやっぱり一発で食べたね。ちょっと手前、すっげえドラッグか。ああ、みんなバレちゃうな今日。ダメだな、今加えなかったでしょ。あそこの奥やるか、奥。頭下流に抜けてるんで、あそこそこ。見ない？見ない。反応しない？反応しません。じゃあさっきのこれ、真上行きました。この辺？見ない？今一瞬見ました。これで離れてるか。いいとこ。だからこれあれだろう、リリースされてるやつかもしれない。反応したね。またちょっと戻るの待たなくちゃ。頭ね、あれも完全に見てるからね。ヤマメだ。見切られた。
した食えあーなめたあれ釣られてるな。何戻ってきた。すぐそこにいます。でかいっす。さっきのじゃなくて。じゃないと思うんですよね。ちょっとフライを変えます。ほら言っても食わないじゃん。フライじゃないんだ。完璧だね、尻尾に。これはね、12番のテニストリア。目の前でもってだいぶ浮いてきたね。ただ口使うやつと使わないやつがいるからな。よし。あ、逃げた。あれは釣られてるな。フライ見て逃げた。これはダメだ。これは釣られてるわ。こっちのやつはどれだ。よし。うまく枝をかわしました。これはちょっとやる気があった。よしよしよし。あ、その枝邪魔。
よしよし、こっち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 に来てくれ。よいしょ。まあまあですね。危ない。ただオスだからな。これぬるぬる。これ今 6X だから絶対切れないからな、魚じゃ。